今よりも一歩幸せに。どうも、釣りって学べるです。今回は冬でも坊主にならないおすすめの釣り餌について解説していきます。冬でもルアーやワームを使って釣りがしたいというのはアングラーの差がと言っていいでしょう。しかし皆さんどうですか？釣れていますか？私自身ライブで釣りを配信していますが、ご覧になられている方はご存知の通り、なかなか釣ることができません。もしあなたが私のように寒い思いだけして坊主なんてことになりたくないということであれば、この動画を見て一緒に勉強していきましょう。ということで本日の結論です。手に入りやすい餌でも構わない。タックルを揃える必要はない。この2つの結論について解説していきます。中にはルアーマンが餌釣りなんて邪道だと思われる方もいるかもしれませんが、釣りマナでは資源保護以外で釣り方についての主義やポリシーを押し付けたりはしません。釣りには人の数だけ楽しみ方が存在し、釣りマナではそのお手伝いをさせていただければと考えていますので、ぜひ最後までお楽しみください。そこで本日の目次です。冬でも坊主にならないおすすめの釣り餌、おすすめの仕掛け。ちなみに今回はメバリングやエギングに行った人がちょっと餌釣りをするような想定で解説していますので、ご承知おきください。そして動画の最後には特典パートとして釣りに行く上で使ってみて便利だった道具を紹介するので、最後までお楽しみください。それではおすすめの釣り餌について順番に解説していきます。まず一つ目はアサリです。アサリはカワハギ釣りでおなじみですが、もちろん他の魚に対しても効果的な餌となります。アサリの特徴として、匂いによる集魚効果と餌持ちの良さが抜群であることが挙げられます。そして近くに釣り具店がないような状況でも、コンビニで簡単に買うことができる食用のアサリを流用することもできます。ただし、釣り具店で買えるような生アサリよりも集魚効果などが落ちることは理解した上で使うようにしましょう。ちなみに美味しいからといってあなた自身で食べ過ぎてしまうことがないように注意してください。さて、そのアサリは胴付き仕掛けを使用した探り釣りや穴釣りと相性抜群です。ただ、生き餌ではないので積極的に誘いを入れることで釣れる可能性がより高くなるでしょう。2つ目は青磯目です。こちらはどの釣り具店でも購入できる万能餌で、もちろん冬でも効果的です。青磯目はちょい投げや探り釣りはもちろん、夜釣りでも効果的なので一度試してみてください。青磯目は動きでアピールする餌なので、手返しよく餌を交換することをお勧めします。ただ、この手の虫餌が苦手だという方もいらっしゃると思うので、その時はおとなしくアサリを使いましょう。3つ目は魚の切り身です。サバがおすすめですが、安く手に入るイワシなどでも餌として大活躍してくれます。魚の切り身は匂いが強く、集魚効果抜群です。もしあらかじめ準備ができるようであれば、塩を振って身を引き締めておくことをお勧めします。そうすることで餌持ちが格段に良くなります。そして4つ目は生きエビです。この餌はブクブクで生かしておく必要があるので、導入するにはハードルが高めになります。ただし手間がかかる分、幅広い魚種に対して最も効果があると言っても過言ではありません。浮き釣りや穴釣りなど昼夜問わず全ての釣り物に対して効果があるので、予算が許すようであれば一度挑戦してみてはいかがでしょうか。ここでは餌釣りにおすすめの仕掛けについて解説していきます。冒頭で少しだけ触れましたが、餌釣り専用でタックルを用意する必要はありません。例えばメバリングやエギングをしているようであれば、そのままそのタックルを流用してください。そこでメバリングなどのタックルと相性がいいのは虫餌用のジグヘッドです。ジグヘッドでワームを使用している感じとほぼ同じ感覚で使用できるのでおすすめです。そしてもう一つおすすめの仕掛けが胴付き仕掛けです。これはカサゴ用やメバル用など用途別に釣り具店などで売っているので、見たことがある人も多いと思います。こちらもメバリングやエギングタックルをそのまま流用することができるので、タックルボックスに一つ忍ばせてみてはいかがでしょうか。今回のまとめです。
寒い時期の釣りはそもそも釣れないことが多いとは知りつつも、それでも坊主となると精神的なダメージは計り知れません。まずはアジングやメバリングに挑戦してみて、なかなかうまいこと釣れないといった場合に、坊主逃れの一手として餌や仕掛けを用意しておくと、楽しみの幅が広がることは間違いありません。餌釣りは邪道だなどとこだわることなく、いろいろな方法で釣りを楽しんでみてはいかがですか？それでは特典パートです。今回は釣りに行く上で使ってみて便利だった道具について解説します。その道具というのは手動式の簡易シャワーです。容量が7リットル程度のものであれば、高さが約50センチ程度なので、トランク部分に積載することが可能となります。例えば、大人2人が海に入った後に体をさっと流すには十分な量です。手動式なので、どこでも使用できますし、魚を触った後の手や顔を洗うことができて、調光後も快適に過ごすことができます。そして何より、非常事態が起きた場合でも活用することができるという点で、一つ持っておくといろいろな意味で安心できるのではないでしょうか。釣りって学べるには、Discord を使った釣りコミュニティ、釣りシティがございます。ありがたいことに400名を超える方に参加いただいております。さらに Discord では釣りだけでなく料理やタックルなど様々な情報交換の場として活用していただいております。もちろん費用はかかりませんから、あなたも住人となって様々な情報を共有してみてはいかがですか？登録方法と招待リンクを説明欄に貼っております。リンクをクリックして説明の通りに操作していただければすぐに登録も終わります。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。こちらもリンクを説明欄に貼っておりますので、リンクをクリックして友達登録するだけなので簡単です。さらにオリジナルステッカーやキーホルダーも販売しています。こちらも説明欄のリンクから購入ページに飛ぶことができます。釣り場でタックルボックスにステッカーを貼っている人を見かけようものなら泣いて喜びますので、ぜひ購入してください。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。